韓国ソウル地下鉄역촌駅。着いた。いやもうこの時間は西日が差して暑い。白いシャツがびちょびちょやでなんて思いながら今日行くところはこっちか。あらのあるやん。なんかこの駅の周辺めちゃくちゃベンチ多いねんけど、休んでいけってことやろ。休んでいきますよ。センス取り出してパタパタ仰いでると、あれなんや、あんなん初めて見たか。 AI グリーンモアっていうかその前の AI って何？これか。なんか機械みたいな置いてある。何するところですこれ。リサイクル用品の分別回収みたいなことか。ちょうど捨ててはる人に聞いたらキャッシュバックがあるらしい。メール分ペッコム氏。白熊さんね。自分の名前 C つけるタイプの人ね。ですぐ横にはペットボトルやプラスチック、アルミニウムや牛乳パックまで捨てれんのか。ちょっとやってみたい。今度は何あれ。テレビ？アンテナハートやで。なんか一個だけ飛び出てるわ。アリスって書いてるし、飲み水か。これこっから出んのかな。全然回れ。当たり前か。こんなとこから出たら子供大はしゃぎやもんな。ちょっと待てよ。これ足し算引き算掛け算割り算や。ここでクイズです。ここに全部1を入れたら答えは何になるでしょうか。 1+1 は2、2-1は1、1×1 は1、1割る1は1。ほんまそんなことしてる場合ちゃうねんって。これマジでなんなん。裏側に回ってみると、発見。駅出て数分しか経ってんのにもうすごい喉乾いたわ。ここでちょっと飲んでいこう。いただきます。水やね。お湯、冷たい水をください。水を求めてまっすぐ。ここはウンピョン平和公園。平和っぽい雰囲気が流れてるやん。遊具も置いてあって。ストップ。俺の汗ストップしてよ。俺の体内から水という水が蒸発していってる。早く水分補給したい。3分洗車。洗車か。ここはガソリンスタンドやねんけど、その名もこっきり重油ゾウさんか。てかあん中入りたいな。ゾウさんの鼻から出る水のようにバッシャーってかけられたいわ。てかみんな一度は小さい頃考えたことあると思うねんけど、洗車の機械の中に洗剤つけて入ってみたいと思ったことあると思うねん。全自動でくるくるって洗ってもうて。違う、水分補給はここじゃない。あれやったことある人おんのかな。とりあえずこっちや。コインランドリー。ここにも水はあるけどここではない。俺は水を求めて歩き出す。着いた。早くもっこし。などむれっぱじごしぽよ。今日のお店はブルフェ専門店。看板がえらい人気入ってんねんけど、そういうところもええよね。店頭には数種類の魚介類が水槽の中で泳いでる。お店の名前はウンルンド。店員さんが店頭のお花を整理してる間を抜けてウンルンド上陸です。いや入店です。こちらのメニュー、やはりムルフェ専門店なので、一番上にはモドゥンムルフェ。2人前から5人前まである。5人前やったら1人1万6000ウォンぐらいか。だったらかなりお得やで。1人で俺食べるけど。あとはヒラメ、タイ、スズキ、ブリなどの刺身も置いてある。あとは食事類も数種類ある。オープンして間もないのに店員さんは右往左往。そうなんよ、今日こんな暑いからさ。たくさんのお客さんがムルフェを求めて食べに来てある。じゃあ俺もそろそろ頼んでいこう。 물회 2인분 주시고요. 네. 그리고 진로 하나 주세요. 진로. 네. 暑くて頭ボーっとしてるからガムちゃん忘れそうだったやないか。刺身屋さんで一番やったらあかんことやでそれ。周りを見るとみんなムルフェ頼んでる。早くけえへんかななんて思ってたら、来た。やっぱり魚介の匂いにはこいつやろ。ぐる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 。水飲み場ゾウさん、コインランドリーなんかにもやっぱり頼りになるぜ。ローリング。俺のように汗をかいているコップについでいく。このキンキンに冷えた焼酎をパオーン。結局ゾウ出てもうてるやんかと思いながら一杯一気に喉に流し込む。水道にセンスを貸せとふんどする。ありがとうございます。爽快感最高。冷たくてうまい。そんな時用意していただいた基本のおかずは玉ねぎと大根の漬物、茎わかめの和え物、ニラチヂミ、味噌に絡めた唐辛子、そしておそうめん。
とりあえず口に入れたいもんはもう決まってる。うまそうや。あれでもこれなんや。味噌に絡まった唐辛子の中に貝が入ってる。とりあえず唐辛子と一緒に引き上げる。聞いてみたらアワビの内臓らしい。うほほ。唐辛子のシャキシャキとは別のコリコリとしたこの内臓、うまっ。うわどうしようかな。チロ、いや今飲んだばっかりやからな。どうしよう。チロチロ、わかった、もう飲むのは決定。その前にもう一口だけいこう。唐辛子の穴の中にお箸を入れてのパクリ。お味噌の甘じょっぱさがまたええわ。約束通りのガマちゃん一杯。今日はガマちゃんと手つないでキンキンに冷えたスープの中に飛び込むぞ。あら今気づいたわ。ウェットティッシュあったのね。夢がある世界。今はこのお店の中が一番夢があんで、俺はそんな夢に向かって汗をダラダラ流しながら一生懸命歩いてきた。壁に書いてあるこんな魅力的な文言にも俺は負けずムルフェを待っている。ほら夢は叶った。ビヤヤヤン。店員さんにすぐ混ぜてってくださいって言われたから言う通りにしよう。まずは上から氷山の一角をざっくりいく。下からもうほほほ、冷たいマグマが吹き荒れる。もうちょっと笑みがこぼれ出すやんか。見られてへんかな。ムルフェ混ぜながら笑てんの俺しかおらんからな。感じに混ざってきた。あれくっついてもうてる。ちょっとフライングでパクリしたら止まらんようになってしまう。続けてスープをごくり。もうこれだけで指先まで甘酸っぱさが広がるわ。目の前にご飯を出されると待てもできない腹ペコ狼。次は用意してくださった鶏皿に下からごっそりよそっていく。野菜と野菜の間に隠れる海鮮たち。そして忘れてはいけないこのムルフェのスープ。欲張りのもう一杯。網にかかった魚というのは俺のこと。大きくごっそり掴んでそのまま一口。気づいた時には足ひれをつけ、暑さも忘れ赤い水の中で体は満たされていた。もちろん野菜が多いからシャキシャキとした食感はあるけれど、その間に入ってくるヒラメのシコシコとした食感、他の海鮮物のコリコリとした食感とともにエゴマの葉っぱが入ってるからか、その香りも口の中に広がる。体が吠えてる。これがムルフェや。すぐさまガマちゃん。この香りがなくなる前に口にすぐ入れたい。野菜類はキャベツや人参が中心として入ってるから歯ごたえもよし。そしてムルフェといったらやはりこのスープ。ちょっと口にお刺身入ってもうたけど、とりあえずこのスープは爽やかな酸っぱさが入ってくんねんけど、ドンチミのような柔らかい酸っぱさが甘さとともに伝わってくる。第1弾終了。さっきまで赤かったのに下真っ白や。ただこれ一杯だけでも外の暑さを忘れるぐらい体が軽くなる。もう店から出たくない。居座り宣言をした俺は次はチヂミに手を伸ばす。それを一口サイズの食べやすい大きさに切っていく。だいたいいつも切ってる時に見た目でやられてしまう男。途中で諦めて半分に折る。これで一口サイズの完成。一口サイズやな。準備運動からの一口。さっぱりとした口の中に急に入ってくるこの油っぽさ。人間とはなぜこんな欲深いのか。さっぱりしたいと思えば次は油っぽさを求め、油っぽさを求めると次はさっぱりさを求める。ムルフェとは違う爽やかさで口の中をリセット。次は再びムルフェの前にまずスープ。これはもう締め決まったな。次は海産物一つ一つに挨拶していこう。まずは先ほどこの器の上でサタデーナイトフィーバーをしてたサンナ口。そして入ってくる時に大量にあったホヤ。まずはホヤにご挨拶。パクリ。強烈に入ってくる磯の香り。これは癖になる。次はサンナ口。パクリ。さっきまであんだけ動いてたからな。新鮮じゃないわけがないやんか。そして第2ラウンド。アワビ。丁寧に置く。そして俺は大好き、このナマコ。やはりナマコの醍醐味といえばこの食感。俺の中では顎のボトックス。そして続いて登場このアワビ。薄く切られてるけど結構たくさん入ってた。顎が外れるぐらい硬いのが好き。顎外れたことはないけれど。よし次はもう全部入りや。野菜とともにヒラメの刺身もベッドイン。子守歌を歌ってるとそこに現れるこいつ。ホヤを掴んで寝かせてあげる。おやすみ。そして続けて見えたサンナ口もグンナイ。もう出てきて。ほらあったあった。ナマコもその上でチャリじゃよ。でもう一つあの子どこにあるんやろなと思ったらいきなり登場アワビちゃん。スーパースターたちの集結。We are the world。
しっかりスープにも浸してやった。そのまま一口。一度で全ての味を味わおうと欲張った俺がアホやった。大事件が起こる。これ誤解ないように言っときますけど、これは演出でも何でもありません。ほんまにむせたんです。せっかく作ったシーン撮れると思ったのに、もうこんなんやけ酒じゃん。困った時に助けてくれるガマちゃん、グイッと飲み干す。この瞬間こうなったことに一番驚いてるのは俺である。汚いところ見せてもうてごめんなさい。実はこのムルフェ、日本語にすると水刺身だが、俺は韓国に来て初めて食べた気がする。まあ日本ではなかなかこういう食べ方せえへんもんな。海岸都市やチェジュ島が有名やったりするけど、基本的には野菜の上にアワビ、ホヤ、ナマコなどは共通して入ってる店は多いけど、上に乗ってるお刺身は店によったり季節によって変わることがある。今日はヒラメ入れてくれてるけど、もしかしたら日本の人は味が想像できひんっていう人多いかもしれんけど、スープが赤いからといって辛いということではない。どちらかというと甘酸っぱさが強く、夏のほてった体を冷やしてくれるのに最適な食べ物。夏食欲がなくなってもこれだけは食べれるみたいな人も多いんちゃうかな。まあ俺は何でも食べてるけど。でやっぱり韓国で刺身というとこいつがよくある。どのテーブルを見てもガマちゃんや緑の瓶が置いてあったりする。もちろん俺もガマちゃんに見つめられながらも、赤ちゃんやったら体洗えるでというぐらいの器の中に入っているムルフェを食べていく。5人前の器なんてもうめちゃくちゃでかかったからね。俺入れるんちゃうかな。それは嘘やけど。チヂミを一口入れて、目線はこいつにロックオン。いつ入れるか迷ってたから。おそうめん、これ2人前やから4玉出てきてるんだな。俺はね、俺の中では締めじゃないよね。だってこんな小さくて可愛らしいねんもん。まずは1玉ダイビング、続いて無事着水。てかこんなん一瞬で食べてまうんちゃうかな。3玉目4玉目もそれに続く。そしてムルフェという大会の中でぐる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 。よし、感じにほぐれてきた。浮き輪もつけずにダイビングした麺たちを引き上げる。おお、俺の気持ちが橋の上に現れる。真っ白やったそうめんがムルフェの赤い海に染まり、俺の食欲の背中を押してくれる。4玉あったのに2口で終了。そうめんを餌に3口を釣ってきた。そちらも大きくパクリ。すするすする。仕上げはやはりこのスープ。ごくりとした瞬間なんかを感じるぞ。ムルフェの波が手招きしてた。何を言うてでもやってもうた。久しぶりやこの展開。俺取れてなかったんけど、店員さんにエプロンいりますかって聞かれたんよ。俺その時ケンちゃなよなんて言うてもうたんや。自分を慰めるためにもこのアワビの内臓、俺もアワビの殻の中に入って一生守ってほしいわ。ほんまチロリ。まだ手をつけてなかった茎わかめも大きく一口。わかめのようにヒラヒラして飛んでくるムルフェのスープをひらりと買わせるようになりたいわ。ほんまこのコリコリとした歯ごたえに慰められ、一気にお皿を開けていく。実はこれもう少しスープ減らさなあかん。だって締めてやりたいことあるからさ。そうめんつるっと。今度は目に入んのかい。痛いな。俺がムルフェの中で溺れたいとか言うてるからこんなんなってんねん。とにかく中に入ってるヒラメも新鮮で旨味もしっかりと出てくるよ。許す。よし、そろそろええんちゃうか。行くで。공기밥 하나 만드세요. 네. 頼んだから少し落ち着こう。グラス持ち上げたらすぐ来た。 감사합니다. 仕事が早い。はよ飲まな。ぐいっと一杯。福印、幸福の福。おお、熱っ。おお、これ熱々。これ持たれへんわ。熱かった。っていうか店員さんこれどうやって持ってきたん。捨てて持ってはったで。幸福とはかけ離れた瞬間、いざオープン。おお、ほらすごい湯気。これよこれやで。熱々のご飯を残ったスープに入れていく。幸福の福はここで意味を持ち始める。一粒も残さんようにな。ほら鏡やで鏡。ペロ。まんべんなくダマが残らないように混ぜていく。ムルフェの波に2度も飲まれた俺は今度は波に立ち向かっていく。お魚もついて目の前で口がパクパク。もう魚になった俺はパクリ。熱々のご飯がこのムルフェの冷たいスープに浸かり、スルスル入っていく。あかん、これはうまい。続けてすくい上げて豪快にパクリ。正直この店のこのスープご飯に絶対合う思ってたんよ、最初から。締めや。下に残ってた海鮮物もご飯と一緒に。ここに来てようやく俺の称号は船長になった。ノンストップで食べてたらもうほぼなくなってきたわ。お口直しに唐辛子と思ったけど、あれこれ唐辛子ちゃうやん。緑っぽかったから唐辛子やと思ってた。ははん、これアワビの肝ちゃうか。こんなんも入れてくれんねや。いや、ありがたいな。少し苦めのこの味が最高のおつまみになる。
このアワビの入った唐辛子の和え物めちゃくちゃうまかった。最後は大きな器を持ち上げ、残ったご飯とスープをきれいに平らげていく。最後に熱々のご飯を入れる。これは最高の選択やった。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。刺身の歯ごたえとこの甘酸っぱいスープにガマちゃんが合わんはずがない。だから最後の一滴まで。やっぱり汗を流したその後は冷たいムルフェとガマちゃんで決まり、本日最後の一杯。ちょっと残ってるかなって試してみたけど、先ほど全部完食済みでした。ヨクチョン駅にあるムルフェの専門店。一歩外出たらこの暑さよ。店で寝て帰ろうかな。このお店はソウル三大ムルフェの一つと言われてるらしいねんけど、その名前にふさわしい新鮮さとあのスープ、いやー大満足や。ちょっと歩いたらふと目に入る。魚にもそうやけど俺にも水が必要。もう結構な時間なってんのにまだ火が照ってる。このままやったら俺も蒸発してまうで。皆さんも脱水症状にならないようにこまめに水分補給してください。あれマジか、もう全部飲んでもうたやないか。ほらもう入ってへんわ。空のペットボトル。あ、そうや、これやこれ AI グリーンモアモアリサイクルせな。これ電話番号入れなあかんのね。あ、そうか、キャッシュバック来るからか。ポチッと。会員ではありません。そりゃそうよ、俺会員なんて知らんし、うんぴょん区民でもないし。リサイクル、おとなしく家に持って帰りますわ。空になったペットボトル持ってさっきのムルフェのスープ入れてもらおうかな。これがほんまのリサイクルやろなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャルボもすぐにだ。